今ね清瀬橋、撮ってます。時間は5時、朝5時です。ちょうど夜明けですね。近くにねちょっとホテル撮ってたんで、泊まってますけど、あそこに、スカイツリーが見えますね、遠くに。そこにスカイツリーが見えますね。改めましておはようございます。吉彦です。今日はね、以前東京で撮影したね、動画にちょっと解説を加えてお送りしたいと思います。フィルターは10段、10ストップ、ビッグストッパーですだけですね。夜明けなので、計算よりねちょっと短めにしてますけど3分。早朝なんでね、あまり濃いね ND フィルターを使うとね、露光が長すぎてしまいますね。ひげ剃ってないんで、ちょっとね早朝なんで、すいません、ひげも剃らずにホテルから出てきてしまいました。綺麗ですね、この辺も。いや、隅田川ね、僕好きなんですよね。早起きした甲斐がありましたね。あの辺素晴らしい。この日はねすごい、朝焼けがね、綺麗でした。一瞬だったんですけどね、綺麗なのかは。なと思ったところ、ここ面白いなと思ったんですよね。うまくいけばね鉱石と絡められるかなと思ったんですけどね、3分なんでね多分全部こう、おっと、いい感じですね。いい感じかな。3分いい感じ。残念ながらね鉱石はあまりね入らなかったですね。もっとね暗いと良かったんですけどね、ちょっとね明るくなりすぎました。これはね、階段降りて、遊歩道の方に降りてきたところですね。朝日前の、光がね非常に綺麗ですよね。水面の反射がめっちゃ綺麗ですよね。その辺を、長時間のこでさらに美しくしてます。かなりね水面穏やかなんでね、それほど長い長時間露光をしなくてもね、水面はかなり、綺麗なフラットになると思いました。せっかくねあの辺の日の出の光が綺麗なんで、まずはこっち側からですね。これちょっとね、こっち側は少しシンプルかな。ちょっとリフレクションも綺麗なんでね、その辺強調して、ちょっと19ミリではワイドすぎるので、ちょっと標準かな。今日ちょっとね PC レンズは 24mm と 19mm しかないので、標準ズームの 50mm あたりで撮ってみましょうかね。ちなみに今は、10プラス2で12段の ND フィルターをつけてます。時間は4分ですね。計算した時よりねどんどん明るくなってくるんで、若干短めにした方がいいですね。夜明けのね長時間の光は日の光がねどんどん変わってくるのでね、ちょっと難しいかもしれませんね。今日はねちょっと荷物の関係で、サーキュラーフィルター、円形フィルターを使ってるんですよね。サーキュラーフィルターのねいいところはね、こうやってちゃんとレンズの径に合わせてね買うとフードが使えることなんですよね。やっぱりこう特に太陽とかね近くなければいいんですけど、ちょうどああいう風に正面というかね、構図のね右側に太陽とかあると結構フレアとかね、最近のレンズ
優秀なんであれぐらいじゃフレア出ないとは思うんですけど、フードがあることによってね、その辺のケアができるんですよね。なので、円形フィルターもねやっぱり持ってるといいと思います。綺麗ですね。最近ね僕はね角圧フィルターの使用が多いんですね。でもやっぱりサーキュラーフィルターね、円形フィルターも時と場合によってはね使い分けていくと、便利かなと思います。ちょっとね両方持つとね荷物増えちゃうんで、その辺が問題かなとは思うんですけど。今ねハイテクフォーマットのファイアクレストウルトラというね円形フィルター使ってます。時間は、3分13段ですね。13段の ND フィルター使ってます。 Good morning。 ちょっとね朝早くてひげ剃ってないんであんまり自分の顔映さない方がいいですね。いやちょっとね本当にね早朝でひげ剃らないで出てきちゃったんでね、もうちょっと自分の顔はあんまり映したくないんで、もう綺麗な隅田川のね朝日だけ見ていてください。珍しくね標準ズーム使ってますね。あんま標準ズームレンズあんま使わないんですけどね。なかなかいい感じですかね。普段ね標準ズームあんま使わないんですけどね、たまに使うと結構ねやっぱ便利だなと思いますね。ただねやっぱシフトレンズ使っちゃうとねシフトありきで構図も考えちゃうんで、その辺普通の標準ズームとかやっぱ使いづらいなと思いますけどね。こうやってね、フードがつけれるのがね円形フィルターのいいところですよね。非常に穏やかな朝、ほぼ完璧なリフレクションですよね。非常に綺麗な朝でした。ちょっと移動しますね。同じ撮影場所でもね、微妙に場所を変えるだけで、印象がね変わってくるので、ちょっとの距離でもね、面倒くさがらないで移動するとねいいと思いますよ。いやー本当にね綺麗なリフレクションですね。まだね撮影してるとこですね。周りのねビルもかなりね低層のビルが多いですけどね、この辺ね、隅田川周辺のね街並みの特徴的な感じですよね。あんまりね突出して高いビルっていうのはねこの辺にはないですよね。強いて言えばスカイツリーがそれですけど、あれもねちょっと街並みからして突飛な感じしますよね。基本的にローカルですよねこの辺っていうのは。非常にね、綺麗なリフレクション。この後ねパノラマでちょっと撮ろうかななんか考えてますよね。こんな感じでパノラマね僕好きな理由としてはこう被写体メインのね被写体以外のこう周りのねビルとかねもう綺麗にね、映せるんで好きなんですよね。どうしてもね超広角レンズとかで大きく撮ろうと思ってね周辺が歪みますしね。撮ろうかなと思って構図を考えてます。こんな感じでねパノラマ撮るといいんですけどね、ちょっとね太陽がね出てるんであそこの部分
をどうやってうまくね、避けて取っていくかこんな感じにして撮ったら面白いかなと思ってます。こんな感じできっとねいい感じになるかな。太陽がねちょっと左の方がちょっとだいぶ明るいですからね、その辺の露出うまくね、調整していかないとね失敗してしまいますよね。大体僕はこうなんか長時間録音しながら次のコースを考えることが多いですね。なんで今13段と2段を重ねてつけてますね。あんまりね重ねると蹴られたりもするんですけど、2枚ぐらいだったら24ミリぐらいのレンズだったら問題ないですね。もうちょっと広角になってくると14とかになっちゃうとねちょっと気をつけた方がいいですけど、円形フィルターね、コンパクトでいいんですけどね、やっぱこうスタック、重ね合わせるのがねちょっと面倒くさかったりしますよね。ちょっとね同じ構図で19ミリで撮った場合とね24ミリの縦構図のパノラマで撮った場合とねちょっと比べてみようかなと思います。結局19ミリはね撮らなかったような気しますね。PC レンズはねちょっと構造上光がこの辺から漏れちゃうんで、漏れちゃうったってね普通のスピードで漏れちゃうって言ってもねめちゃめちゃ漏れるとかいうレベルじゃないんですけどね、本当にわずかな隙間があるんでね、そこから3分とか5分とか流してると結構大きな光になったりするんですよね。ちょっとね太陽が雲で隠れたんでもう一回撮り直してますね。さらに雲が隠れたことであの辺も構図に入れることができると。でこういう感じのパノラマで撮ってます。ワイドのね広角レンズで撮ってしまえばパノラマをする必要ないかと言われるとある意味ないといえばない、あるといえばある。24ミリの縦のパノラマで撮ることによって、建物の構図のね同じようなフレーミングで撮っても周辺の建物の歪み方が違うんですよね。必然的にねやっぱり縦構図、特にねPC レンズではなくてもいいんですけどね、縦構図でパノラマで撮ることによって常に建物っていうのは構図早い話がですね、パノラマで撮ることによってレンズの中央付近の一番解像度の高いしかも歪みのないところを使って撮影してスティッチしていくことで常に、建物が垂直で、歪みのない、シティスケープが作れるということなんですね。それを超広角で撮っちゃうとどうしても周辺がグワって歪んでしまうんでね、なので僕はパノラマ撮影が、好きなんですよね。なかなかね、スティッチングの技術というかね、細かいところ難しかったりするんですけどね、その辺は慣れかなと思いますけどね。もうね、いろいろ撮ったんでそろそろね、帰ろうと思います。東京のね撮影風景ね結構まだまだあるんで、また解説交えながらね紹介していこうと思います。ではねまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。